こんばんは、はるけです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回のティアリストからまた少し時間が経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。様々なイベントを経て、アタッカー、前線で使われるような戦士たちを、5段階で、評価をしているものになります。今回はですね、前回から、フットバースデーだったりとか、今開催されている、トロフィータイタンズの、選手たちを追加をした、ティアリストを、紹介をしていけたらなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが、最新版のアタッカーのティアリストになってます。D だったり、C は特に変わってはないかなというふうに思います。誰かを下げるっていうことも、してはないかなというふうな感じですね。でそして、B です。B は、真ん中ちょっと左、ぐらいに、トロフィータイタンズのドノバンを入れました。あとは右に行くと、フットバースデーアイコンですかね、チーム2できたクライファートを入れました。この2名かなと、追加をしたのはこの選手たちかなというふうに思うんですけど、どの番に関しては、4-4っていう風なところで、そこのスキル逆足が、変わらなかったっていう風なところ、ST の選手として決定力だったりとかは、非常にいいので、十分ある方だと思うので、そこは良かったんですけど、どうしても、今の、トロフィータイタンズの中では使われないような選手にはなってしまうかなっていう風に、感じますね。ST として非常にコスパはね、安くて、いいんですけど、そこまでめっちゃ強いみたいな、感じには、自分は思わなくて、個人的には B かなという風な形で A にはいかないかなはなかなかちょっと難しいかなという風に感じます。理不尽さっていうのはあんまり感じなかったので、よく言えばバランスいいっていうような感じであるんですけど、悪く言えばちょっと中途半端に映る場面もあったかなという風に感じますね。で、そして、クライファートですね。フットバースデーのアイコンです。のクライファート。この選手に関してはね、やっぱり重さっていうのがあると、いうふうに思いますね。やっぱ個人的にはね、重いって感じる人は多いんじゃないかなっていうふうに、思って、空中戦だったりとかを、メインで戦う人にとっては、いい選手にはなるかもしれないんですけど、強さを感じる選手になるかもしれないんですけど、足元でボールを受けるときの、そうですね、なんていうんですかね、ぎこちなさっていうのは、やっぱどうしても、ありますし、フィニッシャー的なところで横パスでクライファート決めてくれっていうような時だったら、まだ、いいかな。ST の選手としては決定力はあるんですけど、その中でもね、冷静さ81って結構ね、レジェンドの選手としては、かつ現環境でもかなり低いので、ST の選手の中で。なんで、そこもちょっと、冷静さの部分っていうのは、時たま、出てしまうかなっていう風な感じで。結構本当にね、使いづらさをめっちゃ感じる人はね、C とか、ぐらいに、いくかもしれない。そういう風な選手ではあるので、なかなか特徴をつかみきれないと、ちょっと使うのが難しいような、選手にはなってしまってはいるかなという風に、感じますね。それでも重さだったり、能力はね、もちろん強いので、使い方さえちょっと、極めればというか、ちょっとつかめればという風な感じの選手ですね。で、そして、A と B の間にいるのがフットバースでエルシャーラビですね。エルシャーラビ。スキルが4から5に変更をされたことによって、スキル5の技が出せるようになりました。ドリブルに関してはね、非常にやっぱりしやすいような選手にはなってるので、サイドで使うのが自分は一番いいかなっていう風には思います。結構ね、ドリブラーの人は、めちゃくちゃ好きな、タイプにはなるかなっていう風に感じて、速さもありますし、スピードもありながら、スキルを使いながら相手を翻弄していくっていう風な感じの選手にはなります。逆足さんがね、ちょっと残念では、あるので、あとはシュートですね。シュートに関しても、なかなか、ちょっと現環境のアタッカーでいくと、ちょっと弱め。シュートに関して弱いので、そこがちょっと自分の中ではマイナスポイントにはなって、B よりは強いんですけど、A ほど、まではいかないかなっていう風な感じの選手です。
で、そして A ですね。A には、トロフィータイタンズ、フェルナンド・トーレス、そしてフットバースデーのアントニー、そしてフットバースデーアイコンのルーニー、でそしてフットバースデーのベルナー、でそしてフットバースデーのバンバ、この選手たちを新しく追加をしました。まあ、トロフィータイタンズ、トーレスに関してはね、まあ非常にスピードも速く、裏抜けだったりとかの AI も良くて、で、決定力っていうのも非常に高いような、選手でしたね。まあかなりシュートに関しては自信を持って、打つことできますし、まあトーレスが好きな方にとっても、こう、ストレスなく、まあむしろ、さすがトーレスみたいな、まあ感情になれるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱこれまでトーレスは、まあ重いし、まあめっちゃ速いっていう風なわけでもないしっていう風な感じの選手で、ちょっとね、あんまり使われない、もうどうしても本当にロマン枠みたいな、選手だったんですけど、まあこのトロフィータイタンズの、まあトーレスに関しては、まあ普通に強い、現環境でも結構やれるような、スティンの選手にはなってるかなっていう風に思います。まあスキルがね、4なので、まあ5の選手を前線で使いたいっていう風な方からすると、まあそれはね、4しかないので、まあしょうがないことではあるとは思うんですけど、ちょっと物足りなさは感じてしまうかなという風なところですね。で、そしてアントニーですね。アントニー、フットバースデーのアントニー。まあ逆足がね、3から5に変更されたことによって、もともとスキルが5だったので、5-5になりました。まあ5-5アントニーっていう風なことで、まあ自分もね、サイドで使ったんですけど、個人的には普通に良かったかなっていう風には思います。まあ普通に速さもあるので、単純なスピードもあるので、まあそのままこうね、こう速さでぶっちぎるっていうこともできますし、ドリブルも軽いので、まあスキルを使いながら相手をずらしていくっていうことも、まあできるようにはなったかなっていう風に感じます。あとはパスとかですかね。パスがね、意外にもちょっと上手くて、逆足のパスっていうのも、まあしっかり通してくれたなっていう風な印象があります。まあサイドからの横パスとかも、非常にうまく、アントニーのパスうまいなっていう風に思って、それが得点にね、つながることもあったので、やっぱなんかいろんなことができるように、まあよりなったなっていう風な選手でしたね。逆足は5になったんですけど、パスの部分は良かったんですけど、シュートの部分が、なんか逆足5なのかな、みたいな、逆4みたいな感じの、イメージで思っといた方がいいかもしれないです。逆足5のシュートではなかったような気もするんですけど、決めきってはくれるんですけど、なんかあれ逆足4とかじゃねみたいなぐらいの、なんかちょっと入らないかなっていう風に思った時はあったので、ちょっとそこだけは注意かなっていう風に感じます。で、そしてルーニーですね、スキル5になったフットバースデーアイコンのルーニーです。まあスキルがね、5になって、まあ非常にもともと決定力が高かった選手ではあるんですけど、そこからこう自分で相手を剥がすことができて、まあそのまま決めきることができる。そういう風な選手になったかなと、いう風には感じますね。やっぱ5になった恩恵っていうのはでかいんじゃないかなっていう風に感じますし、まあこの人もどちらかというとやっぱロマン枠というか、選手になってたんですけど、まあ普通にやっぱ強く、なりましたね。ドリブルに関してはね、トーレスよりちょっと重たいかもしれないです。ちょっとね、なんか横幅があるのか、ちょっと体重的な、重さが、まあ、あるような、感じがするので、まあそこでちょっとこう重たさというかは感じるかもしれないですね。まあですけど普通にまあペースもありつつ、シュートに関しても非常にうまくっていう風な選手にはなるので、まあ現環境でも十分に、強いような、選手にはなります。で、そしてベルナーですね、ベルナー。フットバースデーのベルナー。まあこの人に関してはやっぱスピード、非常にやっぱり速さっていうのはありますし、まあ裏抜けも、普通にやっぱ良かったかなっていう風に、感じます。まあ結構トーレスに近い、トーレスがなんかもうちょっと軽くなって、まあシュートのインパクトとかが弱くなった、そういう風なイメージがいいかなっていう風に感じます。ドリブルの重さ的には、まあ似てるような感じなんで、まあ、ベルナも重さはちょっとありつつ、まあそれでも扱いきれなくはないっていう風な感じの選手には、まあなるので、
まあ、トーレスの方がね、もっとパスとかは上手いんですけど、まあ、イメージ的には、そういう風な感じで、まあ、ベルナーを持ってもらえればいいかなっていう風に、思いますね。まあ、個人的には値段が安くて、まあ、コスパの選手にはなるかな。20万ちょっとぐらいでこのレベルだったら、めっちゃ強いかなっていう風には思うので、まあ、個人的にはちょっとおすすめの、選手にはなるかなという風に感じます。まあ、先ほどもトーレス言ったんですけど、パスはね、そんなに上手くはないので、トーレスほど。やし、普通の ST の中でもあんまり上手い方じゃないんじゃないかなっていう風に思うんで、まあ、そこはちょっと注意必要かなっていう風に感じます。で、そして、バンバですね。SBC で作れるバンバです。まあ、個人的におすすめですね。スパサブの選手としておすすめで、まあ、スキルが5に変更されたことによって、この人もね、もともとドリブルがね、軽かったような選手にはなるので、まあそれこそアントニーほどの軽さはないんですけど、まあそれでも普通にやっぱスキル5を使いこなせる人っていうのは、この人のドリブルを脅威にさせられるんじゃないかなっていう風に思います。あとはこの人元々のね、この人もスピードあるので、まあスピードでぶっちぎるっていうことも、できますし、まあ非常に SBC で7万ぐらいかな多分作れるので、ちょっと素材がね、被ってたり余ってたりする方はちょっと作ってみても、いいんじゃないかなっていう風には、感じますね。で、そして S と A の間にいるのが、フットバースデージョアン・フェリックス、そしてフットバースデーのヌニエスですね。まあ、あんまり前回とは変わってはないんですけどね、ヌニエスを少し下げたという風な、形になってますね。で、そして S ですね。最後の S ランクには、フットバースデーのビニシウス・ジュニオール、そしてトロフィー・タイタンズ、デル・ピエロ、そしてフットバースデーアイコン、エウゼビオ、この3名を入れました。まあ、BCS に関してはね、やっぱり5-5になったという風なことで、まあ、非常にやっぱ能力だったりとかも、まあ、かなり、高くなって、さらに逆足でも触れるようになったという風なことが、まあ、非常にでかいかなっていう風に、感じます。まあ、TOTY の特別賞、青いビニシウスでも、まあ、自分はめちゃくちゃ強いんで、まあ、そっからね、また上がったっていう風なことでいくと、まあ、ちょっと止められない。個人的には TOTY クラスかなっていう風に、思いますし、全然並んでてもおかしくはない、レベルにはなるかなっていう風に思います。この人に関してはね、ほんとなんか、ギリギリ S ランクみたいな感じじゃなくて、もう普通に S、っていう風な評価を自分は、してます。シュートに関してもめっちゃ決めきってくれるので、まあ、本当過去作のビニシウスではちょっと考えられない、ぐらい、まあ、ちょっと本当に強くなってるかなという風に感じます。ドリブルのね、使用感は言わずもがな、めちゃくちゃいいので、ほとんどの人はめっちゃ、まあ、軽いとか、軽くて強いっていう風に感じるんじゃないかなという風に感じます。で、そしてデルピエロですね、デルピエロ。まあ、新イベント、まあ、今のトロフィータイタンズで来たんですけど、まあ、この人もまあ、5-5になった、ような選手で、まあ、スキルがこの人も使えるようになったっていうのがでかいかなっていう風に思いますね。で、あとはやっぱりシュートがめちゃくちゃうまいですね。シュートがめっちゃうまい。なんかもうさすがデルピエロっていう風な感じの、決定力で、今週はね、結構ね、自分何回かね、遠目から、まあ、それこそペナルティエリア外から打ってみたんですけど、まあ、あんまり入らなかったかな。まあ、自分のなんかゲージとかが、ちょっとあんまり上手くないからかもしれないんですけど、なんか、バンバン今週決めてくれるっていうような感じではなかったかなっていう風には、感じますね。まあ、ですけど、本当に、それこそペナルティエリア内の決定力だったりとか、ズドンのシュートとかはね、マジで、うまい。本当に現環境の SC の中でもトップクラスにやっぱ決めきってくれて、本当これ強い選手の証拠やな、みたいな。まあ、余裕でこう、スカットのエースになれるような、選手にはなってるので、まあ、ドリブルも軽く、スキルも5を使えてっていう風な感じにはなりますし、さっきのシュートの話でも、まあ、逆足もね、もともと5なので、両足どちらからでも打てるっていうのも、まあ非常に強みかなっていう風に感じます。若干の不満点はフィジカルがちょっと弱かったりはするので、そこのフィジカルでの理不尽さっていうのはないかなっていう風に、感じますね。で、そしてエウゼビオですね、エウゼビオ。この人も5-5になりました。この人もスキルが使えるように、なって、バースデーでね、アップグレードされてっていう風な選手にはなるんですけど、まあ、えぐい。マジでえぐい。この人もね、決定力抜群。まあ、てか、この
S の中でも、まあ上位に入るぐらいの決定力の高さ、エウゼビオはやっぱ持ってるので、そういう風な選手が、本当にまあ、軽いんですけど、もともとドリブルは。ですけど、スキルが使えなかったので、まあ、本当にこう、シュートだけというか、本当こう、シュートお化けっていう風な感じの選手だったのが、スキルでも持っていけるようになったっていうのが、やっぱ、えぐいかな。えぐいカードになったかなっていう風な感じですね。マジなかなか本当に止められないような選手として出てきて、まあ、ちょっとぶっ壊れ、カードにはなってるんじゃないかなっていう風には、感じますね。まあ、こういうともね、フィジカルはそんなに強くはないんですけど、臭さがね、まあ、ちょっとあるので、まあ、なんでかこっちボール転がってくるとか、っていうような感じの選手にはなるので、まあ個人的にやっぱ値段もね、めちゃくちゃ高いような選手にはなってますし、まあちょっと妥当かな。S に入れるべき、選手にはなってるかなという風に感じます。まあっていう感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになってます。まあ結構ここにね、もちろんいない選手、入れきれなかった選手多くいるので、まあ気になる選手がいれば、ぜひコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。